皆さんこんにちは。今回はウッドフェンスをリメイクしたいと思います。今映ってるウッドフェンスはだいたい1年ぐらい前にあることがきっかけで DIY で初めて作ったものになります。この子をお迎えした時に遊ぶ場所がいるってことで荒れ放題だった庭を開拓して今の遊ぶ場所を作りました。で、小さかったこの子も大きく育ちまして、今の場所がだいぶ手狭になってきたのと、いたずらでかじって傷んだ部分が出てきたりだとか、DIY で初めて作ったものになるんで出来が悪くって基礎が1箇所緩んできちゃってるんですよね。なんで今回はこのフェンスを解体して新しくしっかりしたものを作りたいと思います。早速解体作業からですね。まずは解体の邪魔になる小物類を順番に外していきます。外してるのはソーラータイプのセンサーライトですね。結構明るくて良かったんですけど、半年もするとあんまり充電しなくなったのかライトついてる時間がだいぶ短くなっちゃいました。次にドアのラッチも取り外しておきます。こいつはウエスタンタイプって書かれて売られてたやつで、はまると自動でロックがかかるんで結構使い勝手良かったです。なんでこいつは次のフェンスでも再利用したいんでしっかり外して保管しておきます。ドアガンをねちゃんと取っておきます。ラッチ部品の取り外しが終わったら次にドアを外していきます。ワンコが寄りかかるんで長板4つで留めてました。そういった心配がないんだったら長板2個でも全然大丈夫だと思います。この辺の細かい部品も一応取り外しておきました。つけっぱなしでも良かったかもしれないんですけど、再利用するかもしれないんで念のため取り外しです。扉と小物の取り外しが済んだんで今度はフェンスの板を取り外しにかかってます。古いフェンスは120のラティスの柱で立てていて一面に7枚の 1x4 の板を張ってました。で、板間の隙間も 1x4 と同じにしてます。こういうのって計画図とかポンチ絵とか図面描いてもなかなかね見た目ってピンとこないことがあると思うんですよね。なんでこいつは 1x4 なんで89の隙間でできてるんですけど、これぐらいの隙間で作るとこんな感じの見た目になるよっていうような参考にしてもらえたらなと思います。奥側のこっちの面は250の板で張ってたんですね。ただこんだけ隙間が空いてるんで強風が吹いても全く問題はなかったです。作った時は初めてだったんで結構時間かかったんですけど、解体は一瞬ですね。ここまででだいたい1時間ぐらいの作業時間です。続いて基礎の部分を破壊していきます。浅い基礎なんで人力でも十分砕くことができました。そうなんですよ、地面が硬すぎて全く掘れなくって浅い基礎になっちゃってました。代わりにこうやって鉄器2本刺しておいたんで1箇所を除いては揺すってもびくともしない頑丈な基礎に出来上がってました。で、柱なくなってるじゃないですか。これ柱抜いたんじゃなくて基礎抜く時に柱持って揺すってたら金具の部分からちぎれて全部取れちゃいました。解体完了ですね。ここまででだいたい半日の作業時間です。昼からやってたんでこの日の作業はここまで。解体終わったんで新しいフェンスのための作業に移ります。まずはフェンスブロックを埋めるための穴を掘っていきます。前回が全く掘れなかったんで今回はしっかりと深く掘って根入れ深さを取りたいと思います。とはいえね、やっぱり硬いんでねドリル投入です。でも結果はダメ。入らん。やっぱ硬すぎるんでこいつを投入します。前回掘った時はこいつ持ってなかったんですよね。ただ今回はこれ持ってるんで大丈夫です。サクサク掘れていくんですけど結構重たいんでいい筋トレになってます。こいつで硬い地面をほぐしてあげてほぐした土をスコップで掘り出していきます。基準となる穴が開いたんでその付近に縄張り用の杭を打ち込んでます。こいつに水糸を張ってブロックを置いていく場所を決めていきます。高さは水盛りしなかったんでこれでは見てないです。ブロック間の隙間がそんなにないんでアルミ棒と水平器を使って隣同士で高さを見て位置合わせをしていきました。位置出しが済んだんでマーキングに沿って同じように地面を掘っていきます。こいつで地面をほぐしてあげてでスコップで掘り返す、この作業の繰り返し。
水平出しに使うバラスとカラモルも考慮して穴を掘ってます。だいたい45センチぐらいで見た目こんなもんです。目標の深さまで穴が掘れたらバラスを入れて水平出しの準備をします。入れるバラスの量はだいたい1センチから3センチぐらいですかね。目標量を入れたら水平に慣らして軽く転圧をします。でブロックを入れて水平を調整しながら最後の微妙な調整をカラモルでやります。バラスだけだとねマジで火がくれます。で僕の場合はインスタントモルタル使ってるんでただそのままぶち込んでるだけです。ブロック自体の水平を見ながら基準としたブロックとアルミの角材を使って水平を確認しています。水盛りしてなかったんでこういうやり方ですね。で水平出しが済んだらモルタルを水で練って根巻きをしていきます。一気混ぜすると腕がパンパンになっちゃうんで一つの柱分をつどつど混ぜてました。練り終わったらモルタルをブロックの周りに入れていきます。こいつでブロックを固定してあげます。こいつを5個分やりました。で入れたモルタルがだいたい乾いたら埋め戻しをしていきます。これ水まいてるのは土に含まれる空気を抜くために軽く散水して空気を抜きながら埋め戻しをやりました。で最後に転圧をしっかりやってフェンスの基礎作りはこれで終了になります。ここまででモルタルが完全に乾くのを待ちます。だいたい3日ぐらいですね。モルタルが完全に乾くのを待つ間に柱の準備をします。今回使う金具はこれ。柱を直接ブロックに差し込む方法もあるんですけど、それだと柱が腐っちゃった時に大変なんでこの金具を使うことにしました。まずは金具を使って柱に穴開け用のマーキングをします。マーキングに沿って柱と締結する用の穴を開けていきます。一発で開けてもよかったんですけど失敗したら嫌なんで念のため下穴を1回開けました。続いて本番の穴を開けていきます。ちなみに柱は90カットのホワイトウッドの角材を使いました。防腐処理済みの角材も考えたんですけどめちゃくちゃ重かったんでちょっとやめてこっちにしました。柱に全部穴開けが済んだら塗装していきます。使う塗料はこれシラデコールのジェットブラックですね。ノンドットもちょっと考えたんですけど近所のホームセンターに取り扱いがなかったんでこいつを使うことにしました。塗った柱が乾いたら金具を柱に取り付けていきます。間に緩み防止のスプリングワッシャーを1枚かましてます。そうでこの金具一点締結なんでドリル回すとドリルの回し方向に金具も一緒に回っちゃうんで押さえて締結してます。柱をブロックに固定する準備をします。狭い隙間からモルタルを流し込むんでどうしてもブロックについて汚れちゃうんですよね。それが嫌なんでマスキングテープで養生してます。ただ4面は貼る必要なかったかも。貼り終わったらブロックの中にバラスを入れていきます。ちょうど柱金具を差し込んだ時に底付いた場所がブロックと同じ高さに来るように調整してます。こういうことですね。そう柱の方もね汚れないよう忘れずマスキングをしておきます。で固定用のモルタルを水で練ります。全部の量のモルタルを柱とブロックの隙間から入れるのは大変なので6割ぐらいの量をあらかじめ入れておきました。空気もそこそこ抜いておきました。空気抜きすぎちゃうとね柱刺さんなくなっちゃいます。であれはモルタル入れすぎてて後で抜きました。柱とブロックの隙間から残りのモルタルを流し込んでます。素材取ってないですけど空気もちゃんと抜いてます。柱用の水平器を使って柱の水平を確認してます。普通の水平器でもできますけどこいつあると2面が1回で見れるんで結構便利です。水平出てますね。反対はこっちも大丈夫そう。基準となる2本の柱を立てるところまでやりました。柱の仮固定はちょっと面倒くさがってブロック積んで済ませてます。柱のモルタルが完全に乾いたらこの基準の柱の両端に水糸を張って間の柱を立ててフェンス板をつけてっていうところまで次回やりたいと思いますのでよかったらまた見てください。ご視聴ありがとうございました。